はい、どうも、サルです。ということで、やっと、骨折が治ったということで、沖永良部島に戻ってきたぞー。で、今回今、競り向かってるんですけども、競りで面白い魚があれば、競りの魚をね、さばいていこうと思うんですけども、なければですね、もう私自身、素潜りに行って、魚をね、取って、で、それをさばいていこうかなと思っております。うわ、ロードバイクって喋りながら、運転するのきついな。じゃあ、沖永良部島の道でも皆さんに、見してあげましょう。これが沖永良部島や。ちなみに沖永良部島の競りはですね、8時半までに漁師は魚を持っていかないといけなくて、朝9時にスタートします。はい。で、普通の、競りって一般人立ち入り禁止なんですけども、沖永良部島は、立ち入りまではできないけど、普通に様子を見ることはね、できます。私も一応仲買人なんでね、魚を買うことはできるんですけども、なかなか仲買にね、しっかりとね、魚を競り落とすっていうことはなかなかないんでね。はい。いや、朝のいい運動ですよ。漁協の笛の音が入ってるってことはもう始まってるね。急げ急げ。だいぶ急いだんだけどな。今日のね、車がどのぐらいいるかで、魚がどれぐらいいるかは大体わかりますね。今日は大量なんじゃないでしょうか。580円満点。9番シビ 2.0 キロ。はい、というわけで動画になりそうな魚はいませんでしたので、福井さん潜り行きましょうか。寒いっすね、今日。2月19日。風も強いし、嵐も吹いてきそうな感じですけど、我々今、窮地にと伝えてますから、動画を撮るしかない。2ヶ月間骨折れて、素潜れなかったのは結構やばいから、2ヶ月ぶりにしましたから、あれマサル島いたのって言われるぐらいの状態なんで、ちょっと何かね、みんながびっくりするような成果がね、出せればなと思います。ということで、いくか。この伸びてない髪、一番ダサいっすよね。伸びきってない髪。やっぱハゲる前に、長髪一回しときたかったんで、ついに俺はロン毛にするんで、5年前もロン毛だったけどね。寒くないっすか今日めっちゃ寒いから正直海入りたくないんだけどさ、だいぶ寒いっすよね。めちゃくちゃ寒いです。案件来い案件来い案件来い。しゃあ行くぜ。よし行くか。意外と高いんだよな。さてロープを外して船出して思ったけどバリ寒い。みんな昼は行かんな最近はって言ってたけど、釣りとかも基本的には冬場の方が活性が下がって釣りづらいって言うんですけど、魚つきも一緒で、冬場になると結構深場に行っちゃうんですよね、魚って。だから魚つきね、あんまり冬場やらないんですよ。今日大物がもし取れれば超ラッキー。はい、ポイントね、つきました。寒い。風強すぎやろ。うわぁ、夏やったらこれダイブしてこうやってやる予定なんやけどな。でもこれがね、沖永良部島の冬ですね。毎日北風がこんぐらい吹いてますもん。基本的にはそんな寒ないけど。うわ。止めてー。結局濡れないといけない。でも水は冷たくないわ。全裸で入れるわ。うわー、ちょっと後ろ。もう跳ねんかな。まだ近くにいるはず。じゃあ飛び込もうかな。海飛び込もうかな。でも最近ザトウクジラに食われてるカヌー見たばっかりだからちょっと怖いな。まだいるわ。この船よりでかいやろからな。うわ、こんな近くで跳ねるの初めて見た。すげえ。むっちゃでかいやん。すごいな、クジラがいるわ。一応ね、穴の中に魚がいるかもしれないんで、ライトもね、用意しときましょう。なんかリハビリ必要じゃないですか。2ヶ月間骨折れててさ、なんかぬくぬくした場所に行ってさ、いきなり2月のバカ寒い目に、しかも荒れてる海に来てるんだけど、ちょっと入りたくねえなって思ってる日に、海に行けないやつは、でかいもの取れないんだよね。どれ！さて、というわけで久しぶりの昼の海。あいにくですが濁りはかなりきついですね。ただ海底にはですね、グルクンの群れがいました。この小魚を狙って大物が現れるといいのですが。そしてどんな渋い日にでもスズメダイやこういう魚たちはたくさんいますね。小さくて可愛いですね。そしてこちらはアオウミガメ。この日はウミガメが特に多かったですね。
もう本当に警戒心がゼロで、全くカメラマンを怖がってないですね。さて、ということで水中銃のゴムを引っ張っていくんですけども、これ塚の部分をですね、溝落ちに当てて引くんですけど、これがね、痛くてちょっと今気合い入れてます。はい、これでセッティングができました。それでは早速息を整えて水深10メーターほど潜っていきましょう。久しぶりにもかかわらずいきなり深いところに潜ると肺の中の肺胞って器官が潰れたりするんで、結構ね危険なんですよね。こう水深10メーターで慣らしています。魚は全然いませんね。ちょこちょこニザダイ系の草食魚がいるんですけども、両者基本的にお金にならないんでつかないですね。普通に泳いでも魚がいないので、岩の割れ目の中を探すことにしました。岩の割れ目の中にはですね、フエダイやマダラサルミ、そしてオキナメジナといったかなり大きな魚が縦横無尽に泳ぎ回っていることがあります。今回はオキナメジナ狙いですね。ここでようやく見つけたようです。岩の奥に体を突っ込んでヒット。さて当たったのでしょうか。映ってませんが4キロぐらいのかなりでかいやつがいます。さて取れたのでしょうか。残念ながら不発に終わってしまいました。この日は開始1時間ほどひたすら岩の中を探していました。岩の中にはですね、イスズミの仲間もたくさんいまして、ミナミイスズミは特に匂いがきついという噂なので、これもねちょっと食べてみたいところではあるんですが、今日はやめときました。群れてますね。しかも結構でかい。さて岩の中を1時間ほど捜索した後、衝撃的な生物に出くわしました。画面中央、巨大な魚が泳いでいるのがわかるでしょうか。こちらはコクハンアラですね。ちょっと水中だと分かりづらいと思うんですけど、こいつです。こいつが今下を泳いでいます。水深は推定15から18メーター。この水面から見るとですね、かなり小さく見えるんですけども、これは化け物クラスにでかいです。さて息を整える暇がありませんが、早く泳ぎ出しましょう。潜行開始。冬場は魚が非常に少なく、コクハンアラが取れることはもうめったにないので、もうこれは大チャンスです。マジでいてくれ、頼む。その角に行ったよな。いないですね。ただ浮上するまでは諦めるわけにはいきません。ひたすら探してゆっくりと浮上していきます。悔しいですね。どっか穴に入ってしまいましたね。こうやって一回逃してしまっても意外と近くにいる可能性は結構高いんで、この後30分ぐらいねずっと捜索をね続けました。息を整えてる最中は海面からこうやって探してみたり、息が整ったらひたすら潜ってコクハンアラが逃げて入っていきそうな場所を探していきます。ただ久しぶりの魚つきなんで息が全然整わなくてうまく探すことができませんでした。いやーちょっとこれはね悔しいですね。最終的に結局ね見つかりませんでした。そしてその後特に魚に遭遇することもなく開始から3時間が経過しました。体力的にもかなりきつくなってきたので最後の潜りをすることにしました。狙うは岩の割れ目。何かいてくれ。
いました。これは珍しい魚ですね。なかなか見ない魚です。狙いを定めて、ヒット。よし、なんとか坊主逃れをしました。いやーよかった。冬場の沖永良部島の昼の海はなかなか魚が取れないと言われてるんですけども、いやーなんとか取れてよかったですね。でこれ魚に夢中で気づかずにね、結構意外と深くまで行ってしまってて、浮上がね結構きつかったんですよね。これ上から見てる視点なんですけども、多分これが水深18ぐらいなんですよね。で岩の隙間から上がってきます。でこの岩の割れ目から出ればそろそろ水面かなって勝手に勘違いしてたんですけども、全然まだまだ水面じゃなくて、ちょっと焦りましたね。はい、結構深いんですよね。お、ようやく水面が見えてきました。なんとか浮上できました。さて取れた魚はですね、赤くくりですね。初めて取る魚ですね。でこいつパワーがね強かったんで、股でしっかり挟んで脳天締めをして血抜きをしていきます。いやー水面に上げてみると結構でかいですね。つく瞬間はそんなに大きく見えないんですけどもね。さてこれはどんな味なんでしょうね。全く予想ができません。というわけで陸に戻っていきましょう。はい、というわけで今回赤くくりなんですけども、なかなか珍しいですよ。YouTube で検索して食べてる人が何も出てこないって。で、なんかネット上では脂が乗ってて美味しい。そして、沖縄の方で流通していると書いてあったんですけども、赤くくりが競りに出てたことは見たことないですね。しかもこんなでかいって知らんかった。着いたらめっちゃでかかったですね。はい。で、結局3時間ぐらい潜ったんですけど、やっぱ3ヶ月ぶりだと疲れますね。まあ普通に元気な状態で素潜りしてもまあ疲れますけどもね。やっぱ3ヶ月ブランクあるとなかなか息が続かないですね。で、ちょっとまあ昼間はもう魚なんていないよっていうね、情報を聞いてたんですけども、まさかのめちゃめちゃでかい黒板いたね。多分15キロぐらいあって、水深15メーターぐらいで下にいて、いた、これ取れれば、1匹で2万円ぐらいやって思いながら、はぁって顔を動かしたら逃げてった。あれはちょっとね、警戒心高すぎますね、冬場。うん。穴の中で出会ったやつしかつけないんでしょうね。悔しいわ。はい、ということでね、久しぶりの潜りだったんですけども、早速、赤くくり、観察していきましょう。はい、こちらが赤くくりの全体像ですね。ものすごくツバメウオと似てるんですけども、ここの口の部分が出っ張ってるところがですね、ツバメウオとはかなり違いますね。あとはですね、尾ひれの模様がですね、非常に特徴的なんでね、このひれを見たら、ギリ特定できるかなって感じですね。ちなみに、ツバメウオも赤くくりもまんじゅう大属に属してますんで、かなり禁煙種のようで、ダイビングの写真とか調べてると、赤くくりとツバメウオがね、一緒に泳いでる写真とかもあったんで、こいつら同士もしっかり認識できてるのかどうか怪しいところですね。はい。そしてここが打ちどころですね。もうこれ取れんかったら坊主やったんで、もうど真ん中行きましたね。はい。口はどんな感じかと言いますと、ギザギザの歯が特徴的ですね。何を食べてるかと言いますと、動物プランクトンや藻類、そしてクラゲを食べているようです。おそらくね、岩の表面に生えてる藻類を食べるためにこういう口をしているのでしょう。で、ちなみにこれ赤くくりって名前で、どこが赤くくりやねんって多分皆さん思ってると思います。実はですね、ツバメウオとか赤くくりって幼魚がね、全然違うんですね。で、赤くくりの幼魚は、画像出せたらちょっと出しとくんですけど、なんか真っ黒の落ち葉みたいな形してて、その側面がオレンジ色してるんですよ。黒いのに赤でくくられてる魚っていうことで、赤くくりっていう名前がついてるようです。本当に幼魚ね、実際可愛くて、ペットとしてね、飼育される場合もあるみたいなんですけども、こんなでかくなったらもう水族館でもない限り飼育できないと思うんだけどさ。ちなみにこの赤くくりの幼魚、何に擬態してると思います？ヒントは毒のある生物です。3、2、1。はい。ウミウシです。はい。ウミウシに擬態してるんですね。なんか俺的にはなんかウミウシよりヒラムシとかにね、似てるなって思うんですけど、ウミウシみたいです。はい、ということで早速、調理していきましょう。ではまずは鱗を落としていきます。あ、そうだ、重さ測りたかったんだ俺。いや、これ、着いた時 300g ぐらいかなと思って着いたら意外とでかかったんで、うわ 2.8 キロだ。 2.8 キロある。4人分じゃん。赤くくりのスピアフィッシングのワールドレコードです。これじゃあ鱗を落としていきましょう。あ、鱗意外と飛び散りますね。マジでどんな味がするんか想像だにしないからちょっと楽しみなんですけど、
しかもうまいってね、レビューがありますから。ただ魚ってどんなうまい魚でもマグロ以外はでかくなればなるほどあんまり美味しくないジンクスが俺の中であるんですけど、いかがでしょうね。まあ、2.8 キロってね、まあ、ちょうどいい味の個体が多いんで楽しみですね。はい、裏側行きましょう。裏側は固定で早送りで行きましょう。めっちゃ鱗取りやすかったよ。こんな鱗取りやすくて市場に出回らない魚っていうことはもしかするとやばい可能性が高いです。美味しいけどさばきづらいっていうそういう魚はいるんですけど、さばきやすいのに出回らないっていうのは珍しいですよね。はい、それではですね、これ頭を落としていきましょう。すごいな頭。これおでこの肉とか入ってんのかな、後で見てみよう。では包丁入れていきます。これザクッと落としちゃおうかな。骨柔らかそうだし。硬っ。骨めっちゃ硬い。うわ、ちょっと内臓見ていきましょうか。うわ、見たことない内臓してますね。結構いろんな魚をさばくんですけど、見たことない形してますね。腸がね、非常にね、長いんですけども、草食系の魚と比べるとね、全然長くなくて、なんか入ってんのかな。あ、もうぐちゃぐちゃになってますね。で、肝臓があって、胆のうありますね。胆のうってね、脂肪の分解の補助をする酵素を出すんで、動物性プランクトンを分解するためにあるんでしょうけど、あ、出てきた海藻。うわ、これ、海底にいっぱい生えてるやつや。ちょっとこれ胃袋開けてみましょうか。うわー、海底にいっぱい生えてる海藻が。なんか、いつもやったらこの映像があると、うえーっとか言ってるじゃないですか。全然臭くない。なんか臭くないですよね。はい。なんも臭くない。何の匂いもせん。おい、これはうまい可能性があるぞ。臭くない。内臓が臭くない魚は大体うまい。なぜなら身に匂いがつかないからだ。なんでこんな臭くない？こんなめっちゃ汚い内臓出てきたのに。もしかしたら赤っくり魚のポテンシャルえぐいかもしれん。ただな、なんか身見てるとちょっとなんとも言えないんですけどね。海藻食べてるけど、海藻食べてるのに腸が短い謎なんですよね。多分海藻じゃなくて海綿とかもしかしたら食ってるのかもしれないですね。6100個とかさばいた時に同じような歯してたし、この魚の胃袋からも海綿が出てきたんで、海綿もねかなり食べてるのかもしれませんね。でもこれは全然臭くない。さてではこれ血合いね、落としていきましょう。おー、深いね、血合いが。ちょっとここら辺まで血合いが入ってて取れないんで、ちょっとここ外します。尻びれの砂決めに包丁を入れれば、ハサミでいっか。硬えわこいつ骨が。いや、こいつ骨が硬いわ。普通これで外れるんだけどね。しっかり血合いを取ってやるからな。浮き袋がなんか油が乗ってるって書いてありましたが、今のところ油が乗ってる感じはゼロですね。こんだけ開けばいけるだろう。もういいだろう。あ、待てよ。これ浮き袋にめっちゃ油ついてるわ、これ。そうでもないか。でも油がついてはいる。内臓に油が乗るタイプと浮き袋にね、油が乗るタイプがいるんですよね。こいつ浮き袋に油が乗るタイプだ。ほんまに期待できるかも。脂肪ですね、これ。手ベッタベタですよ、これ。ベッタベタなの。これさすがにおでこの肉気になりますよね。なんか頭肉超希少部位なんですよ。だってこんだけしか取れないんですからよう言うてますけども、希少部位だから別にうまいわけじゃないよなって思いながら、もう僕はひねくれまくってるんで、別に希少部位だからうまいわけではないけどなと毎回思ってるのですが、見てください。これが赤くくり 2.8 キロからこれだけしか取れない超希少な頭肉です。これは食べてみましょう。そう、最近なんか TikTok で絶妙にジャンプしても渡れなさそうな川の前でなんか謎理論を唱えてジャンプして渡ろうとして結局落ちるっていうのを投稿してる変な人たちがいるんですけど、その人の喋り方が面白すぎてなんか自信に満ち溢れて、かつなんか言ってることむちゃくちゃみたいな。これ頭肉なんでね、絶対美味しいはずですよ。これ頭肉なんで食べたら絶対頭良くなります。確かに頭肉はこんなでかい個体でも筋張ってないんで本当にいいかもしれない。ただ色合いがね、なんか茶色いんですよね。珍しい。白身でも赤身でもない茶身ですね。ちょっとお互い塩で食ってみましょうか。当たり前じゃないですか。これ食べれますよ、魚なんで。味わかんなくなるじゃないですか。岩塩を
かけまして。確かに見た目はまずそう。この色合いであんまり美味しい魚に出会ったことはないですね。あ、でもサバとか結構こんな色合いですけど、でもサバのこの色になったやつはあんま美味しくないですね。食べてみましょう。これはもう忖度抜きでいただきます。うまいわ。うん。まあ、取れたてすぎるんで食感がゴリゴリなんですけども、ただ味がないわけじゃなくて旨味もある。で、臭みは、これないって言うと嘘になるんですけど、何の匂いかわからん匂いがします。うわ嘘。食感最悪。そんなまずいですか？味は別に悪くないですよ。味はなんかまずくはないとは思うんですけど、歯触りが終わってます。嘘やん。ほら、たくあんみたいな音してますよ。確かに硬いけど食感の悪いリンゴみたいな食感してますね。焼けば食感変わりますから。今日刺身作ろうと思ったんですけどやめます。刺身は2日間寝かせることにします。硬いのは結局取れたてなんで硬いんですよ。こんだけ硬くても 2,3 日すれば柔らかくなりますんで、次の動画か次の動画で刺身にしていきましょう。今日はムニエルだけでいきましょう。はい、それでは綺麗にしましたので3枚におろしていきましょう。骨が分かりづらい形してるな。でも普通の形はしてるんで、これ真ん中の背骨まで行きましたんで、ここにラインをつけまして、反対側行きましょう。あれ？やばい、下にいた。いや、下に行ってない。なんだこの魚。なんか色味がダツとかに似てますね、なぜか。ちょっと身が青っぽいというか。せーの、よいしょよいしょよいしょでーん。青いねー。ちょっと匂ってみよう。あー、全然匂いせん。なんでこんな全然匂いせんのに。しかも身もね分厚いんですよ。買った。リンゴみたい、ほんまに。リンゴや。買った。なんやこれ。反対側は5枚おろしでいきましょうか。やばい、超下手くそだった。よいしょ。あー、背骨の位置が外れたのか。もうこれあれだね、あれだ。縁側がすごいんだけどね。これ、甲骨魚類の縁側で今まで見た中で一番すごいかもしれない。なんか、エイのエイヒレってこんな感じなんですけど、赤みがかってる繊維が見えるんですけど、もうエイみたいですね。ちょっとこれ触ってください。リンゴなんですよ。めっちゃ硬くないですか？これは1日目食えないっすよ。これ、背の身は熟成させましょう。今日の夜取った魚と一緒に食べることになるんじゃないかな。で、片方は、一応塩当てときます。なんか匂い出たら嫌なんで、塩を当てておきます。最近塩を当てるのにハマってます。塩を当てて、10分ぐらいして水が出たら、そこから水を拭き取って包装して熟成させていきます。うわー、これ腹骨取るの難しいな。2つに分けるか。どうやってちょっとこう打ち抜いてるんで、打ち抜いてる場所はさすがに切ります。ちょっと不衛生ですから。うわ、身が硬くてさばきづらい。はい、ここが腹の背中側ですね。で、今度こっち腹の腹側ですね。この腹膜がですね、内臓に触れた部分ですので、臭いんですよ。ここに腹骨が入ってるんで、ここですね。よいしょ。ちょっと今しくじったのが、腹骨がここから入ってないんで、ここから切るべきでしたね。入ってた。あー、入ってた。入ってんな。しっかり腹骨。で、これもね、難しいんで、こうしましょう。ここに血合い骨があるんで、血合い骨を落とす。うわ、身が硬い。赤マンボウのオレンジ色の部分みたい。で、こういうところはね、取るの難しいんで、頑張って取りましょう。で、こういうところもね、しっかり取らないと、やっぱね、内臓と触れてる場所はどうしても臭いんで、しっかり取ってあげた方がいいですね。でも内臓が臭くないんで、もしかしたら取らなくてもいいのかもしれない。この魚に限っては。よいしょ。ナポレオンフィッシュぐらい青いな。ちょっとこれ何の色なのか分かる人コメントしといてください。コメントしといたら、ピン止めしときます。
はい、というわけで下処理が終わりました。じゃあ一段落つきましたんで告知します。マグロジャーキー絶賛発売中です。ということで皆さん動画の下のアイコンから購入できますので、ぜひぜひ。では、熟成をね、していきましょう。これ見てください。普通塩をかけたら水がね、かなりね、出てくるんですよ。これキッチンペーパーかけてみたらわかると思うんですけど、いきますよ。ほぼ出てこない。水分量っていうかなんか、筋肉に満たされてますね。水分量が少ないです。普通南方系の魚って水っぽい、べちゃべちゃしてるって言われるんですけど、真逆ですね。で、熟成する際はですね、水分がですね、細菌繁殖の元になりますので、なるべく水気を切っていきます。で、水が全く出ないぐらいまで、こんぐらいまで切れば、あとは丁寧に巻いていくだけですね。ベストはね、1日に1回ぐらいね、キッチンペーパー巻き替えてあげた方が匂いが出ないんで、我が子のようにね、愛情を注いであげてください、皆さんは。スーパーで売ってる切り身っていうのは、大体取れてから2日3日経ってますから、あれ熟成された状態なんで、スーパーの切り身とか熟成するのはあんまりおすすめはしません。自分で釣ってきた魚とかはね、丁寧に熟成してあげるとね、美味しくなりますんで。で、なるべく空気に触れないように、これね、本当にね、器用な人がやると、すごい空気抜いてできるんですけど、魚の血中に含まれるミオグロビンだったりとか、油がですね、酸化して腐敗死を伴いますので、なるべく空気を断ってあげることが重要です。では、2度で管理された冷蔵庫に置いて、はい、ということで今日はですね、赤くくりのムニエル、こちらを作っていこうと思います。準備するものはこちら。バジルソース、シーザーサラダドレッシング、塩コショウ、バターかけ2、とろけるチーズ、しめじ、えのき、そして忘れてはいけないのが赤くくり。これ絶対入手してください。そしてアルミホイルですね。こちらを準備してください。で、まずはですね、今回この部分を利用しようと思うんですけども、これ赤くくりの皮はですね、もう触ったらわかるんですけども、非常に皮が硬いです。なので、尋常じゃないぐらい飾り包丁入れましょう。硬くて噛みちぎれないムニエル好きじゃないんですよ。これ絶対に硬いんで。で、そうしましたら、まずは下味ですね。塩コショウです。で、裏返して、反対側も塩コショウ。OK。はい、そしたらですね、アルミホイルをこのぐらい準備していきます。で、まずはアルミホイルを敷きましたら、バター。そして、えのきを加えます。そしたら赤くくりを乗せて、で、もう一回えのきで覆います。で、うまく乗せれませんが、こんなもんかな。で、最後ね、上にね、もう一個バターを乗せて焼いていきます。チーズはお好みで。こんなもんでいいでしょう。食材の味がね、わかんなくなっちゃいますから。で、また後でもかけるんですけども、ちょっと一旦バジルソースを数滴かけておきましょう。では、くるんでいきましょう。着火セット。はい、それではあとは焼いていくだけです。OK、じゃあ一旦待ちましょうか。うわー、ええ音するな。これは火入ってますね。はい、ということで完成しましたんでいきますけど、熱いんですよね、これが。おー、いい感じにできましたね。では開いていきましょう。うわー、いいですね。で、シーザーサラダドレッシングを一回し。で、バジル、最後に一回し。では、いただきます。久しぶりの島の魚。味付けうまっ。我ながらですけど味付けうまっ。バジルとチーズとバターとシーザードレッシング、むちゃくちゃうまいやんけ。うわ、ここにパスタぶち込みたいな。魚の味を言いたい。これ魚ね、正直言います。The fish's point is 10 out of 10。はい、10点中10点です。これめちゃめちゃ美味しいです。
はい。なんか、めっちゃクオリティの高いクエ食ってるんかなと思いましたね。まあ、刺身で食べた時に身めっちゃ硬くて、もそもそしてるんやろうなって思ってたんですけど、全然ちゃう。ふわっふわ。皮もね、クエみたいでプルプル。で、臭みも全くない。で、こんだけ味付けてるから、こいつ自身の旨味は正味わからんけど、臭みは全くなくてめっちゃ美味しい。福井さんも食べてみて。いや、これはうまい。いただきます。めちゃめちゃ魚のポテンシャル高くないですかこれ。美味しいです。ふわっふわ。畑系の魚だな、完全に。皮が鶏皮みたいです。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、赤くくりね、久しぶりにこんなおもろいやつと出会った。まあ、刺身はもうなんか、食感が苦手な人はもう絶対食えんけど、これ焼いたらめちゃくちゃうまい。ただ、これからも市場に出回ることはないだろうね。身の色が汚すぎるもん。あれ知らん人から見たらさ、すいません、あれ、腐ってる魚並んでるんですけど、あれ大丈夫ですか？いやいや、あれ赤くくりの色なんですよ。赤くくりって何ですか？赤くくり知らないんですか？赤くくりってカビみたいな色してるんですよ。身がカビみたいな色してる魚って売ってもいいんですかみたいな。多分めんどくさいから売らないだろうね。はい。まあ、これはもうほんと知ってる人だけが味わえる最高の味ですね。これ熟成が楽しみですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが常時を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。